皆さんこんにちは。YouTube のヘルプデスクにブチ入れてチャンネルを消されないかビクビクしている投資家カモーラレです。さて今回の動画のテーマなんですけれども、サムネイルにもありますように、ゆうちょ銀行株の売り出しについてお話ししていきたいと思います。一般的には流通株の増加が株式の希薄化を招き、株価が下がるんではないかと心配されている向きもあるようですが、全然恐れる必要はないのではというお話をデータ交えながらご紹介したいと思います。それから今回のゆうちょ銀行の売り出しと、普段ですね、一般の企業が行っている公募、この違いというのを明確にせずに、ゆうちょ銀行の売り出しについての雑な記事であったり、雑な動画に騙されないようにというポイントでまとめますので、ぜひよろしければ今回も最後までお付き合いください。さてまず一つ目のポイントとしまして、そもそもゆうちょ銀行株の立ち位置、郵政グループの中の持ち合いの一つに含まれますが、現在どういった状況かというのを整理したいと思います。まず日本郵政グループという親会社ですね。証券コードは6178。この下にゆうちょ銀行を含む3社がぶら下がっているわけですけれども、郵政グループの中で一番の稼ぎ頭はもちろんゆうちょ銀行ですね。証券コード7182。そしてもう一つ上場しているのがかんぽ生命。こちらは証券コード7181。規模としてはゆうちょ銀行の方が圧倒的に大きいです。そしてもう一社は上場していませんけれども、日本郵便。それぞれ親会社の日本郵政グループが何%の株式を持っているかというと、完全子会社の日本郵便は 100%。一方でゆうちょ銀行に関しては 87.6%。かんぽ生命に関しては 47.8% の大株主となっています。そしてもう一つ皆さんご存知の通り、6178の日本郵政グループ自体も財務省から株式を握られていまして、登記上は財務大臣となっていますけれども、実質国が握っている株式が 34.4% 残っています。長らく郵政民営化が叫ばれて、株式も上場しているわけですけれども、この持ち合いの関係性を見るとですね、圧倒的にゆうちょ銀行は株式の流通量が少ない。一方で郵政グループ株については財務省、国が段階的に売り出しを行ってきたということで 34.4% はこの中では最も流通量が多くなっている銘柄となっています。さて今回は最も流通量が足元で少ないゆうちょ銀行株の売り出しということですけれども、この売り出しの目的、動画をご覧いただいている皆さんもご存知かと思いますけれども、東証が定める不動株式数の割合というのを増やすためですね。東証の市場改革によって最も上位のマーケットを引き継いだプライム市場、ここに上場し続けるためには 35% 以上の流通株比率が必要です。そうすると上場株式数全体 100% とした時に、大株主や発行体自身で持っている株数、さらには持ち合いの株数ですね。いわゆる株式市場で出回っていない株の比率というのを 65% 以下に下げなければ、プライム市場上場の基準に達しないわけです。先ほどご覧いただいた比率で、親会社による持ち合いで 65% 以下になっていなかったのはゆうちょ銀行のみ。ということで、今回の売り出しというのは、東証プライム市場の上場を維持するためには必要不可欠なものとなっています。ちなみにご覧いただいているようなプライム市場、スタンダード市場、グロース市場の少し特徴的な字体のちょっとだけかっこいいロゴがあるのをカモーラレは今初めて知りました。さて前置きはこれくらいにしておいて2番目のテーマですね。売り出しの前例ということで、先ほども申し上げましたように、長らく郵政民営化が叫ばれて、上場してからも段階的に各銘柄売り出しを行い、流通株の比率を高めている今回のゆうちょ銀行もそんな一環ですけれども、2015年の11月4日の3銘柄上場以来、それぞれの銘柄が売り出しを行った回というのをリストにしています。それぞれ公募が行われた日と売り出しの株数、そして公募の価格と公募で売り出された株式の総額、一番右の増加率というのは、すでに流通している株数に対してどれくらいの数量の株式を売り出しているかという指標になっています。そうすると上3回が日本郵政、そして中ほどの2行がかんぽ生命。ゆうちょ銀行に関しては2015年の11月に一番最初に上場して以来、初めての公募売り出しとなりますけれども、今回の売り出し詳細については黄色でハイライトしている部分となります。そうするとですね、過去の前例と比べたときに非常によく似た局面が見つかります。ほとんどデータが同じと言っても過言ではありませんけれども、まず一番右増加率ですね、236% ということで、売り出し株数、現在流通している4億株ちょっとに対して10億株弱吐き出すということなので、今流通している株の2倍以上が新たに出てくるという形ですね。金額でご覧いただいても、初回の上場で6000億だったものが、今回は約1兆2000億と
いうことで、だいたい3倍増しになるということですね。で、このデータがどこに似ているかと言いますと、日本郵政の2回目のところです。この時も増加率 200% で、動いた総額は若干こちらの方が多くて7000億と1兆3000億。株式の数量も5億弱の株数に対して10億弱の売り出しということで、かなり似たような売り出しの経緯となっています。ですので、このあたりの株価の動きなどを見ていくことで、情報が得られるんではないかと考えたわけです。それでは各3社の上場以来の動きと流通株数の変化をご覧いただきたいと思います。まずは日本郵政グループ、青線が株価で、オレンジのラインが流通株数、トピックスが採用している株数の変動です。2015年の11月、一番最初に上場した時の売り出し株数を100と置いた場合に、流通株数の変化がどんな風に推移しているか。まずこちらが2回目の売り出しですね。株数自体は 200% の増加ということでしたので、1回目の倍近く、つまり300近くまで伸びているはずですけれども、そこまでは伸びていない理由としては、すべてが一般の投資家に流れたのではなく、日本郵政自身が自社株を買い入れた分が含まれる。これは流通株にはなりません。さらに、先ほど少し触れましたが、トピックスが採用する流通株数というのは、実質東証が計算しているものですけれども、FFW という流通株の割合をかける係数を各銘柄で持っています。その FFW の数値、流通比率がこのタイミングで下がったことによって、売り出し株数に関しては 200% の増加でしたけれども、実質的にはほぼ同数の流通株増加となっています。さて、この2回目の回が今回のゆうちょ銀行の売り出しと非常に条件が似ているということですね。最後3回目に関してはこちら2021年の10月に行われましたけれども、それぞれの株式の売り出しと株価の推移を比較していきたいと思います。一番最初第一次の株式売り出しでは公募価格1400円で、それを上回った期間はほんのわずかでしたけれども、その後はですね、だいたい1000円から1200円のレンジを推移します。そして2017年の9月に2回目の売り出しを行うんですけれども、その時はあまり影響を受けずに、ほぼ横ばいの推移、下がっても1000円程度というところでした。その後にオレンジの流通株数のラインが一段と上がっているところがありますが、ここは売り出しを行ったのではなく、先ほど申し上げた FFW の変更、コーポレートアクションによって実質的に株数が増えたというタイミングですね。むしろこの FFW の変更後の方が株価は下落基調。ただ後ほど残りの2社もご覧いただきますが、このタイミングでは皆揃って下がっているので、流通株数の変化が影響したとは言いづらいでしょう。特に一番右の2021年10月の3回目の売り出しに関しては、流通株数の増加が最も大きかったにもかかわらず、足元にかけて株価は上昇しています。そして当初一番最初に売り出しを行った株数を100としたときに、日本郵政の株数はすでに500近くまで上っている。流通株数は当初の5倍になっているというのを一つ頭の片隅に置いていただければと思います。続きましてかんぽ生命ですけれども、今回はそこまで大きな焦点当たっていませんので、簡潔に申し上げますと、ここで1回目の売り出し、そしてこちらで FFW の変更が行われています。青線の株価、中ほどの2019年のところで下落基調なのは、先ほどの郵政グループの株価推移と同じように見受けられます。また FFW の変更による2021年冒頭の大きな流通株数の増加。この変更が行われた後は若干の下落が見受けられましたが、その前段での株価下落と比べると相対的には小幅な下落。その後は上昇に転じているという形ですね。そして最後に今回主役となっているゆうちょ銀行の株価推移と流通株数の変化ご覧いただきますと、ゆうちょ銀行は一番最初の売り出しからその後今回行われる売り出しというのが2回目の流通株数の増加となります。そして先ほど郵政グループの流通株数で当初の売り出し株数から5倍500になっているというのを申し上げました。今回のゆうちょ銀行の売り出しに関して仮に全くゆうちょ銀行が自社株を買い入れなかった場合、つまり売り出し数量をすべて一般の投資家に吐き出した場合は、こちらのように400近くに上りますけれども、郵政グループの第二次売り出しのそっくりなデータ、これと同様に考えますと、自社株買いを
入れる分 FFW が下がって、おそらく売り出しの数量に関しては300近くになるんではないかと考えられます。このあたりは不確定要素ですけれども、300台に収まるんであれば、日本郵政の500と比べてもまだ数量としては少ない方。日本郵政の株価が売り出しによる影響をあまり受けてない以上、それよりも小さな規模となっているゆうちょ銀行の売り出しもそこまで影響がないのではないかと考えるわけですね。ここまで過去の売り出し、前例を比較することで今回の売り出しの規模感というのをご紹介しました。今回のテーマ最後3つ目はですね、公募との違いということで、冒頭申し上げた今回のテーマで雑な記事、雑な動画に騙されるなということを申し上げました。今回のゆうちょ銀行の売り出しも公募の一つではあるんですけれども、一般的な公募と売り出しというのをごちゃ混ぜにしているメディアが多いわけですね。そのあたりを整理して動画のまとめとしたいと思います。まず一般的な公募、PO と言われるものに関しては、例えばとある企業が積極的に新たな新規事業を行いたい、もしくは景気環境が悪化して資金繰りに困っている、どちらもお金が必要になっているという状況に置かれた場合に、金策の一つとして株式を新たに発行する。これを投資家に買ってもらうことによって、投資家から新たな資金を会社に得ることができるというわけですね。そしてこの資金を会社は新規事業なり資金繰りなりに充てるわけです。そうすると当然新たに株式を発行したので発行済み株式数というのは増加します。そうすると結果として皆さんがよく投資でご覧になっているような指標、1株あたりなんちゃらというのが希薄化します。例えば1株あたりの利益。当然分母の発行済み株式数が増えるので減りますし、1株あたりの配当金というのも配当原資が全く同じ金額であれば株式数が増えた分、1株あたりの配当金取り分というのは希薄化して減るわけですね。ですので今回のゆうちょ銀行の売り出しを前例と比較する際に、例えば ANA、日本航空であったり JR といったコロナの打撃を受けて資金調達した企業の公募と比較するのはお門違いなわけです。そういった企業の一般的な公募は当然1株あたりのもろもろ価値というのは下がるわけですので、株価というのも下がるわけです。では今回のゆうちょ銀行の売り出しは何が違うかと言いますと、もうすでにイラストが配置されていますね。これはなぜ先に配置しているかと言いますと、株券を新たに発行したわけではないことを表現したいからです。具体的な名前を付けていきますと、こちらがゆうちょ銀行だとして、こちらは日本郵政、ゆうちょ銀行の株券を持っています。そして今回の売り出しは、ゆうちょ銀行の株券を郵政グループが投資家に売却していくという形で、それによって資金が日本郵政に渡る。そうするとゆうちょ銀行からしたら、この構図上は何も関与していないわけですね。実際にはゆうちょ銀行が日本郵政から幾分かの自社株を買いますので、全く関与しないわけではないですが、売り出しのメインとなるのはこちらのやり取りです。そうするとゆうちょ銀行の株というのは別に新たに発行されたわけではないので、持ち主が変わっただけということは、ゆうちょ銀行における様々な株式指標、1株あたりの利益であったり配当金というのは売り出しを行っても変わらないわけですね。日本郵政がゆうちょ銀行の株を持っていた時には利益であったり配当金を計算式から除外するけれども、売り出しを行ったから追加する、そんな世界はないわけです。そんな世界が存在したら日本郵政グループはゆうちょ銀行の株式を持っているのに今まで配当金を受け取ってこなかったというありえない事態、日本郵政のトップは責任を問われるような事態になるわけですね。ですので一般的には公募というと希薄化が恐れられて株価が下がると思われがちですが、日本郵政グループ、ゆうちょ銀行の売り出しというのがそこまで株価に影響していない前例を見ていただいてもインパクトがあまりないというのは、こういった構図の違いが大きな要因ではないかと考えられます。最後にゆうちょ銀行の売り出しに関して、これも雑記事の一つかもしれませんけれども、偉そうな経済コメンテーター、経済ジャーナリストみたいなのを見かけます。その中に今回ゆうちょ銀行の売り出しで
公募価格が決定するのが3月13から16、つまり来週のどこか、そしてゆうちょ銀行株に充てる資金のために機関投資家が換金売りをしてくるので注意だと言っているような記事をかなり多く見かけます。これも全然当てにならないですね。どこにゆうちょ銀行株を他の株を売ってまで大量に買いたいと思っている機関投資家がいるのか不思議ですけれども、例えばですね、日銀がバックについている ETF、かなり日銀が大量に買い入れているから、ゆうちょ銀行株もこの ETF に流れるんではないかと一つ記事を見かけましたけれども、この ETF 確かに日銀が買っている総額は50兆円にも上りますが、このファンドの中で郵政グループの3社上場している株式がどれくらい買われているか想像がつきますでしょうか。郵政グループ3社株の立場から見たときに、流通株の 10% から 11% を今、日銀が買っている ETF が持っています。つまり流通株を増やしても、その増えた分の 10% から 11% を買ってくると想定されるわけですね。言い換えれば、今回の公募も、公募のうちの 10% 程度はここに流れるということ。つまり1兆円規模と言われている今回のゆうちょ銀行の売り出しに対して 10% なので1000億円ぐらいがこの ETF に買い入れてもらえるせいぜいな金額というわけです。そして3月の13から16日に公募価格が決定するからといってこの週に他の株を売っている機関投資家はほとんどいないと思われます。なぜかというと、13日から16日の間のどこかで他の株を売って現金にする。では、ゆうちょ銀行の公募で株が買えるのはいつでしょうか？それは月末の近辺ですね。約2週間、現金のまま株式の変動リスクを取らずにのほほんと保持している機関投資家は絶対にいません。そもそも3月末にかけて配当金が8000億も日本市場で流れるのに、そんなに換金売りをする必要があるのかというのもあまり当てはまらない理由となりますね。一見まともなことを書いているような経済ジャーナリストも想像で場当たり的な記事を書いていることがありますのでご注意いただければと思います。ではゆうちょ銀行は買いなのかズバリ聞きたいという方もいらっしゃるかもしれませんが、個人的にはこの売り出しというイベントを理由に買う必要はないのではと考えます。すでに持っている方でしたら別に売る必要はないですし、ゆうちょ銀行株を高配当など魅力を感じて買いたいなと思っている場合は、別に今売り出しが行われたからといってそれに応募する必要もないですし、買いたい時に買えばいいかと思います。ディスカウントで買いたいという方もいらっしゃるかもしれませんが、過去の郵政グループの売り出し価格ご覧いただいても、あまりディスカウント率は良くない。そしてあまりに株数が多いので、売り切れなかった時に受け持った証券会社が手元にゆうちょ銀行株を余らせた時に直後売却してくるのがリスクとしては考えられます。そこそこのディスカウント率しか得られないんであれば、証券会社が余らせてしまったゆうちょ銀行株を市場でさばいてきて、株価下の方に歪みが出るタイミングで買い付ければいいのではないかなというふうに考えているわけですね。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。